こんにちは、ウォッチミックスです。今回は京都発の時計ブランドクオ様とのコラボレビューとして新作ロイヤルスミス90010を時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このクオという時計ブランドはクラシックウォッチの魅力を京都から世界へというコンセプトで2020年に設立された、若い時計ブランドなんですが、今時計好きを中心に注目をされているそんなマイクロブランドになります。クラシカルなデザインに小ぶりなサイズを組み合わせた通好みなラインナップになっているのも特徴で、個人的にも今大注目をしている時計ブランドの一つです。今回は新作を特別に先行レビューさせていただけることになったので、デザインや作りだけではなくて着用感も含めてレビューしていくので、このロイヤルスミス010が気になってるっていう方だけではなくて、今こだわり感のある大人の腕時計を探してるっていう方もぜひ一度チェックしてみてください。まずはデザインと作りをチェックしていこうと思います。今回レビューにあたって私が選んだのはアイボリーカラーに脂肪加工のダイヤルが組み合わされたこの1本なんですが、とても大人な雰囲気が素敵だと思ってこのモデルセレクトしました。デザインに関しては個性的なブレゲ数字のゴールドのインデックス、それにゴールドのリーフ針の組み合わせになっていて、さらに淡いアイボリーカラーのダイヤルと合わせられていて、なんて言っていいのかな、古き良き黄金時代を想像させるような、そんなねヴィンテージ感たっぷりなスタイルになっているのがすごく素敵なんですよね。それに秒針とインダイヤルの針はブルースティール、いわゆる焼きの青針になっていて、このゴールドとのコントラストになっているのもうまいところですね。クラシカルさにラグジュアリー感がさりげなくプラスされているのが本当に素敵だと思います。初めて今回実物を手にした時なんですけど、想像以上の優雅なスタイルにちょっとテンション上がりました。すごく良かったですね。もう少し文字盤を詳しく見ていくと、文字盤の表面には脂肪加工がされていて、しっとりとした光沢感というのがとても上品な印象です。ゴールドの自分芯だったりゴールドのインデックスを引き立てるようなこの柔らかなアイボリーカラーになっているのがとても好印象で、何とも言えない上質感伝わってきます。すごくいいですね。そしてそのゴールドとアイボリーカラーをぐっと引き締めるようなこのブルースティールの青針が絶妙にマッチしています。このブルースティールなんですが、深みのあるカラーにはなってるんですが、窓際の明るいところではちょっと浅めのブルーに見えたり、本当に素敵な表情を見せるのが印象的でした。焼きの青針、この贅沢な感じもすごくいいですね。また文字盤の縁にはミニッツマーカーの入ったリングがあしらわれていて、これが文字盤に段差をつけることになっていて、時計全体に奥行き感を演出している、こういうところもこだわり感とか作りの良さを伝えてくるところになってますね。いや本当に見れば見るほど丁寧な作りに感心しました。そしてこのロイヤルスミス010ではクオで初めて日付、曜日、月のトリプルカレンダーが採用されているのが特徴の一つになっていて、これもうまくデザインのアクセントになっています。左側に曜日、そして右側に月のインダイヤルになっていて、それぞれに青針が入っていて、この感じもクラシカルな感じでいいですね。カレンダーは6時位置にあってサイズ感も程よくて実用性も高かったですね。そしてちょっと癖のあるケースデザインもこのロイヤルスミスを面白くしているところなんですよね。ケース自体はスタンダードなフォルムなんですが、高さをつけてあるベゼルだったり2時位置にある四角いボタンですね。このボタンがいい感じに主張していて、クラシカルなスタイルに独特の個性を演出している、これがすごくいいんですよね。こういった癖があることによって特別感っていうのかな、こだわり感のあるものを楽しんでいる、そんな感じを伝えてくるのがすごく良くて、個人的にはこの一癖あるこのフォルムすごく気に入りました。こだわり感のある雰囲気伝わってきますよね。全体的な時計のデザインとしてはクラシカルなんですが、トリプルカレンダーということもあってほんの少しツール感もある。そしてこの個性のあるケースフォルムになっていることによってこだわり感だったり特別感をさらに強調しているのもうまいところだと思います。そしてこの 35mm ケースになっていることによってその旨味がぐっと凝縮されていて、時計マニアの心を躍らせるような
そんな腕時計に仕上がっていると感じました。かなりテンション上がる一本ですね。簡単に基本スペックとバリエーションについてご紹介しておきます。ムーブメントはメカニカル機械式の腕時計ですね。ミオタのキャリバー9122が採用されています。このムーブメントがいいのが発振動の高精度のムーブメントになっているので、精度がね高いのはもちろんのこと、やっぱり所有する満足度を高めるのもすごくいいところですね。そして横幅は小ぶりな 35mm になっています。普段ダイバーズウォッチとかスポーツウォッチ 40mm を超えるような腕時計をつける方は、初めてこの 35mm のサイズ腕に乗せた時におーっと思う、そんなね新鮮なサイズになっているのもいいところだと思います。ガラスはドーム型のサファイアガラスが入っていて、普段使いしていてサファイアガラスなのでほぼ傷が入ることないので安心して使えるところがいいですね。防水は5気圧防水になってます。普通の雨だったり汗っていうのはもう全然安心してお使いいただけるんですが、長く使うことを考えるとやっぱりゲリラ豪雨だったり台風だったり、傘を差していても手元に水がバシャバシャかかるような時は安心のため時計をね手から外してポケットに入れる癖をつけるのがおすすめです。そしてこのロイヤルスミス010なんですが、6つのバリエーション展開になっていて、文字盤のデザインと仕上げがそれぞれ異なります。どのモデルもクラシカルなスタイルには違いないんですが、遊び心のあるパンダダイヤルだったり、あとはシックな印象のリバースパンダとか選ぶね楽しみもあります。個人的にはリバースパンダはぐっと引き締まった印象があるので、大人っぽいアクセ感覚で腕時計を楽しみたいっていう方におすすめです。まだ届いて数週間なんですが、いろいろなコーデに合わせて着用イメージを撮影してみたので、コーデのイメージだったり、あとはサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。デザインとしては品のあるクラシカルなスタイルにはなっているんですが、立体感のあるフォルムになっているので、ドレスすぎるっていうことがないので、カジュアルなねコーデに合わせてもすごく相性抜群でした。それにやっぱり何といってもこの手首にスッと収まる 35mm というこのサイズ感がすごく新鮮で、つけ心地がいいだけではなくて自分のスタイルを楽しんでるって感じに見せてくれるのも、これもねすごく良かったですね。おしゃれが好きでちょっと身につけるものにこだわりを持ってるっていう方にこのモデルすごくおすすめです。今回はクオ様のコラボレビューとして新作ロイヤルスミス90010をご紹介させていただきました。クラシカルさとラグジュアリーさが凝縮されたような、そんなね独特なスタイルが本当に素敵でした。それにやっぱりこのハッとするようなこの 35mm という小ぶりなサイズがもうすごく新鮮で、想像以上にテンションの上がる一本です。今回ご紹介させていただいたロイヤルスミス010が気になったって方は、ぜひ一度クオの公式サイトをチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。